皆さんこんにちは。今日のテーマは首都圏の未来を大きく変えるかもしれない2つの壮大なプロジェクト、つくばエクスプレスの東京延伸計画と臨海地下鉄構想です。本日はこれらの計画の概要を地図や図表で分かりやすくご紹介するとともに、延伸整備が予定されているルートを実際に自転車で巡りながら、そのポテンシャルを肌で感じてみたいと思います。まずは現在秋葉原駅を終点としているつくばエクスプレスの東京駅までの延伸計画から見ていきましょう。秋葉原から東京駅までの 2.1km の区間はつくばエクスプレスと同じ首都圏新都市鉄道株式会社が整備し、2045年の開業を目指して着々と準備が進められています。この延伸計画の大きな目的の一つが JR 常磐線との時間競争力の強化です。茨城県側のつくばから土浦までの延伸も視野に入れることで、東京と土浦間の所要時間は常磐線を利用するよりも約17分も短縮される見込みです。また秋葉原駅や北千住駅での乗り換えが必須だった新幹線へのアクセスが東京駅直結となることで格段に向上します。さらに後ほど詳しくご紹介する臨海地下鉄や将来的な羽田空港へのアクセス向上も期待されており、広範囲な移動がよりスムーズになることが予想されます。利便性の向上は新たな需要を創出し、沿線の発展を力強く後押しします。茨城県内や千葉県の流山市など都心部へのアクセスが向上することで通勤・通学需要の増加が見込まれ、それに伴う人口増加や沿線の開発促進、地域経済の活性化が加速することが期待されます。つくばエクスプレスの延伸は単なる鉄道路線の延伸ではなく、沿線地域の未来を開く大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。さて続いては東京湾岸エリアのポテンシャルを最大限に引き出す臨海地下鉄構想に焦点を当てていきましょう。この構想は臨海線を運営する東京都の第三セクター東京臨海高速鉄道が中心となって進めている全長 6.1km の新たな地下鉄路線です。計画では東京駅から銀座、築地、勝どき、晴海といった都心臨海部の主要エリアを結び、最終的には有明、東京ビッグサイトへと至ります。この路線の大部分が中央区を通過します。中央区は東京23区の中でも特に人口増加が著しい地域であり、勝どきや月島、晴海などの臨海部には高層マンションが林立しています。さらに沿線周辺では大規模な再開発計画が数多く控えており、国際的なビジネス拠点としての重要性を増しています。また羽田空港へのアクセス向上も視野に入れることで、東京ひいては日本の国際競争力強化に不可欠なプロジェクトと言えるでしょう。臨海地下鉄は湾岸エリアの交通利便性を飛躍的に向上させ、新たな人の流れを生み出す起爆剤となることが期待されています。それではいよいよ実際にこれらの延伸整備ルートを自転車で巡ってみましょう。まずはつくばエクスプレスの現在の終点秋葉原駅に到着しました。2005年の開業以来、東京駅延伸は長年の夢として語られてきましたが、実はこの先のわずか 2km の延伸が首都圏全体の都市戦略において非常に重要な意味を持っています。現在1日に約50万人もの人々が利用するつくばエクスプレスはまさに首都圏の大動脈。秋葉原駅自体 JR の3路線、東京メトロの1路線が乗り入れる巨大ターミナルですが、新幹線や空港へのアクセスにはここからさらに乗り換えが必要でした。この延伸が実現すれば筑波大学をはじめとする研究機関と丸の内や八重洲といった国際的なビジネス拠点がダイレクトに結ばれることになるのです。さあ秋葉原駅を出発し延伸ルートをたどりましょう。右手に流れるのは神田川。延伸区間はこの川の下地下40メートルもの大深度トンネルを通って東京駅へと向かう予定です。地上は密集した市街地が広がっていますが、地下深くを進むことで既存の建物や交通への影響、土地利用に関する権利問題を最小限に抑えることができます。この先 JR の線路に沿って南へと進んでいきます。この直線距離 2km の地下には複雑な地盤やすでに存在するさまざまな地下構造物との戦いが待ち受けています。 JR 線の橋脚、地下鉄のトンネル、電気ガス水道などのインフラ施設を避けながら慎重にルートが設計されています。まさに地中深くで繰り広げられる都市開発のダイナミズムを感じさせますね。
そして日本橋川に架かる呉服橋のたもとがつくばエクスプレス延伸区間の終点候補地です。ここにつくばエクスプレス東京駅が誕生すれば、八重洲口から新幹線乗り場までわずか徒歩5分という近さになります。丸の内や八重洲のビジネス街も目と鼻の先、ビジネスパーソンや旅行者にとってこれほど便利なことはありません。都心へのアクセスが劇的に向上し、広域的な人の流れが大きく変わる可能性を秘めていると感じます。さて、東京駅を後にここからは事業者が変わり、東京臨海高速鉄道が整備する臨海地下鉄の区間に入ります。ほどなくして見えてくるのは有楽町駅、そして東京メトロ丸の内線銀座駅のすぐ近くに位置する臨海地下鉄新銀座駅の予定地です。頭上に見える高架橋はかつて首都高速道路の一部だった東京高速道路、2025年4月に廃線となり、今後は緑豊かな遊歩道として生まれ変わる予定です。数寄屋橋交差点を越え、晴海通りの一本南、みゆき通りを自転車で進んでいきましょう。銀座の華やかな雰囲気から一転、少し落ち着いた趣のある通りです。そのまま進んでいくと見えてくるのは活気あふれる築地場外市場。この辺りが東京駅から2駅目となる新築地駅の予定地です。概要でも触れましたが、かつての築地市場は2018年に豊洲へ移転し、その広大な跡地約19万平方メートルものという地で大規模な再開発が計画されています。5万7000人規模を収容できる巨大な多目的スタジアムや国際会議や展示会を開催できる枚数施設などが整備される予定で、このエリアは国際的な交流拠点として大きく飛躍することが期待されます。築地を後に運河を渡るため晴海通りへと戻ります。目の前に現れたのは重厚な姿の勝どき橋。隅田川を渡り、橋を渡ってすぐの場所が勝どき駅です。この湾岸エリアはタワーマンションが林立していますが、これまで鉄道アクセスは都営大江戸線のみでした。大江戸線が通る清澄通りを渡り、引き続き進んでいきましょう。2024年に開通したばかりの歩行者専用橋、黎明小橋を渡ると、住所は中央区晴海。この辺りが晴海駅の予定地です。長らく鉄道空白地帯と言われてきた晴海エリアですが、晴海フラッグの街開きに合わせて BRT バス高速輸送システムも整備されました。しかし地下鉄が開業することで都心へのアクセスは格段に向上し、さらなる活性化が期待されます。駅周辺には倉庫街や空き地もまだ多く見られます。臨海地下鉄の整備に合わせてどのような新たな街づくりが進むのか非常に楽しみですね。さあ、いよいよ晴海大橋を渡りましょう。ここで中央区から江東区へと区が変わります。頭上に見える高架橋は東京湾岸を走る新交通システムゆりかもめ、そして左手に見えるのは巨大な豊洲市場です。ゆりかもめの市場前駅付近にできるのが次の駅、豊洲市場駅です。この周辺は新鮮な魚介類が集まる豊洲市場や、その観光客をターゲットとした商業観光施設豊洲千客万来があり、常に活気に満ちています。また駅に隣接する広大なエリアは東京ガスグループが所有する約18万平方メートルの敷地。具体的な計画はまだ明らかにされていませんが、こちらも大規模な再開発が予定されており、新たなランドマークが誕生する可能性を秘めています。いよいよ最後の区間です。豊洲市場駅から有明東京ビッグサイト駅までほぼ一直線に伸びるルートを進みます。この辺りは自転車道が整備されており、とても走りやすいですね。沿道には高層マンションが立ち並ぶほか、大規模商業施設である有明ガーデンも完成し、にぎわいを見せていますが、まだまだ開発の余地がありそうです。そしてゆりかもめの有明駅臨海線の国際展示場駅のすぐ近くにできるのが臨海地下鉄の終点有明東京ビッグサイト駅です。このエリアは
日本を代表する展示会場である東京ビッグサイトを中心にホテルや商業施設が集積しており、国際的なイベントやビジネスの中心地としての役割を担っています。臨海地下鉄の開業によってこのエリアへのアクセスが飛躍的に向上し、さらなる発展が期待されます。つくばエクスプレスの東京延伸、そして臨海地下鉄構想、どちらも首都圏の交通網を大きく変え、沿線地域の発展に大きな影響を与える可能性を秘めた壮大なプロジェクトです。今日の自転車でのルート巡りを通じて、それぞれの計画が持つポテンシャルを少しでも感じていただけたら嬉しいです。今後の進捗にも注目していきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。